ヨーグルトパウンドケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はヨーグルトパウンドケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ホットケーキミックスを使って簡単なパウンドケーキレシピをご紹介していきます。今回はヨーグルトを使って作っていくんですが、食感がもちっとした仕上がりになります。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、卵、無糖ヨーグルト、無塩バター、グラニュー糖、レモン汁、こちらの6つの材料で作っていきます。まずヨーグルトに関しましては、こちらは無糖のヨーグルトを使用するようにしてください。今回水切りせずに使っていきますが、より濃厚にしたい場合は水切りしていただいても OK です。その場合は水切りした状態で 100g 用意してください。そしてバターに関しましては無塩バターを使用していきます。もし無塩バターがない場合はサラダ油で代用していただいても OK です。そして甘さはグラニュー糖です。こちらは白砂糖やお好みの糖類を使って作っていただいても大丈夫です。続いて仕上げに使うシロップの材料をご紹介します。材料はこちらです。レモン汁、グラニュー糖、こちらの2つを使って作っていきます。こちらのグラニュー糖に関しましてもお好みの糖類を使っていただいて大丈夫です。そして今回は18センチのパウンド型を使っていきます。100円ショップで購入したパウンド型を使用していきます。こちらのパウンド型なんですが、このようにクッキングシート、オーブンシートを切っていただいて、そして中にね、敷き詰めておいてください。こちらの型の準備は必ず生地を作る前に行いましょう。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速生地から作っていきます。まずはじめにバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたら一度よく混ぜてバターをしっかり溶かしてください。この時バターがもし溶けきれない場合はプラス10秒ほど加熱してみてください。このように綺麗にバターが溶ければ OK です。こちらは使うまでこのまま置いておいてください。それでは続いてボウルに卵を割り入れていきます。そしてよく溶きほぐします。そうしましたら続いてこちらにグラニュー糖を加えていきます。グラニュー糖を加えた後は卵を素早く混ぜるようにしてください。そのまま放置しておくとグラニュー糖が卵の水分を吸ってしまって粒々ができてしまう時があります。なのでグラニュー糖を混ぜたら手早く混ぜるようにしてください。では入れます。で混ぜます。だいたいね30秒ぐらいしっかりと混ぜてください。続きましてこちらに先ほど溶かした溶かしバターを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。こちらもね、だいたい30秒ぐらいですね。しっかりと混ぜてください。それでは続いてこちらにヨーグルトを加えます。そしてよく混ぜましょう。ヨーグルトがね、ダマにならないようにしっかりと混ぜてください。はい、OK です。続いてこちらにレモン汁です。材料なんですが必ず一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなるのと、あとは混ぜムラを防ぐことができます。ではよく混ぜましょう。はい、OK です。それでは続いてホットケーキミックスを加えていきます。ホットケーキミックスはね、できるだけふるって加えてください。そうするとダマができにくくなります。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。このようにダマがなくなるまでしっかりと混ぜてください。今ね、生地の硬さはこのぐらいです。結構ね、もったりとした生地感になってます。それでは型の中に生地を入れます。そして生地を入れたらゴムベラなどを使って表面をならしてください。このように生地の上をね、上下していただくと表面がね、だんだん平らになってくると思います。はい、でこのようにだいたい平らになったら少し高いところから 2,3 回落としてください。
はい、OK です。ちょっとね、高いところから落としていただくと大きな気泡を取り除くことができます。そしたらですね、こちらをオーブンの天板の上に乗せてください。そしてこのままですね、170度に予熱したオーブンでまず7分ほど焼いていきます。今回トータルで40分焼いていくんですが、表面が焼けた時点で取り出して真ん中に切れ込みを入れていきます。そうすることでふっくらと綺麗に焼き上がります。ではまずこのまま7分焼いていきたいと思います。はい、今7分焼き終わりました。そうするとね、表面が焼けてくると思います。そうしましたら真ん中に切れ込みを入れていきます。はい、このように一直線に切れ込みを入れてください。それでは残り時間ですね、同じように170度に予熱したオーブンで33分焼いていきます。それでは焼いている間にシロップを作っていきます。こちらのレモン汁にグラニュー糖を加えます。そしてよく混ぜます。よく混ぜたら一度こちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてグラニュー糖をしっかり溶かしてください。はい、OK です。グラニュー糖がしっかり溶けたら、あとはこのまま粗熱を取っておいてください。はい、パウンドケーキが焼き上がりました。で、焼き上がったらですね、一度竹串を真ん中に刺してください。そしてこの時に生の生地がついてこなければ OK です。そうしましたらこちら一度ね、型から取り出します。やけどしないように取り出してください。パウンドケーキに関しましてはすぐ型から出さないとこの真ん中の部分がくびれてしまいます。なので焼き上がったらすぐにやけどしないように取り出してください。型から取り出したらですね、先ほど作っておいたこちらレモンシロップを表面に塗っていきます。こちら必ずね、パウンドケーキが温かいうちに塗ってください。はい、 OK です。それではね、このまま粗熱を取って冷まします。粗熱を取るときは表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーなどをふわっとかぶせて粗熱を取って冷ましてください。それではこのまま冷まします。はい、しっかり冷めました。じゃじゃん、こんな感じに仕上がってます。それではね、オーブンシートを剥がしたいと思います。はい、こんな感じでね、とてもしっとりとした仕上がりになってます。では切っていきます。はい、中身はこのようにしっとりふわふわに仕上がってます。お好みの大きさに切って召し上がってください。こちらね、すぐ召し上がっていただいても大丈夫なんですが、よりしっとりさせたい場合は一度こちらをラップでくるんで1日常温で置いてみてください。そうするとよりしっとりで美味しい仕上がりになります。はい、これでヨーグルトパウンドケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。とてもふわふわしっとりに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうすっごくしっとりしてます。生地自体はしっとりしてるんですが、さらにちょっともちっとした食感に仕上がってます。そしてこのね、上の部分のレモンのシロップが効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のヨーグルトパウンドケーキのポイントです。まずヨーグルトなんですが、こちらは無糖ヨーグルトを使うようにしてください。今回水切りなしで作ってるんですが、より濃厚に仕上げたい場合は水切りヨーグルトを使ってみてください。その場合も水切りした状態で 100g 入れるようにしてください。そして生地を作る時のポイントなんですが、生地は材料を一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなって、さらに混ぜムラを防ぐことができます。そして焼く時のポイントです。焼く時はまずはじめに7分ほど焼いてください。7分ほど焼いていただくと表面が薄く焼けるので、薄く焼けたら一度取り出して、そして真ん中に切れ込みを入れてください。そうすることで綺麗にふっくら焼き上げることができます。そして切れ込みを入れ終わったら、また同じ170度の温度で残り時間33分焼いてください。そして焼き上がった後なんですが、型からすぐ取り出します。この時やけどだけには注意してい
ただけたらと思います。パウンドケーキに関しましては、そのまま型に入れておくと真ん中がくびれてしまいますので、必ずすぐ取り出すようにしてください。そして取り出したら、パウンドケーキが温かいうちにレモンシロップを塗ってください。こちらは必ず温かいうちに塗っていただけたらと思います。あとは粗熱を取って冷まして食べやすい大きさに切って召し上がってください。こちらのね、パウンドケーキなんですが、粗熱を取って冷ましてから食べると表面の部分がちょっとカリッとして中がしっとりとした食感になってます。こちらですね、さらにしっとりとした食感に仕上げたい場合は、パウンドケーキが冷めたら全体をラップでくるんで、そのまま常温で1日置いてみてください。そうするとよりしっとりとした食感を楽しめます。そして甘さについてなんですが、こちらはお好みで調整していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はヨーグルトパウンドケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。